大魔法使いフランメの魔導書ですか。フランメの著書に本物なしって言われていてね。今まで偽物の魔導書しか見つかっていないんだ。これが今までで一番出来のいい偽物かな。討伐依頼の報酬としてはなかなかだね。こうも偽物しかないと本物が実在するかどうかわからなくなりますね。の魔法の階層フランメ自体がおとぎ話のようなものだ。そうだね。それだけの年月が経った。の顔を覚えているのは多分私だけだ。 So Aizen didn't know Flame, 朝か。 but she did tell them about her. フリーレン様が早起きしてる。それすごいことなの？こういう時はしっかり褒めないと。何これ？ Giving her a back massage and feeding her because she woke up early. Aizen never knew Flame. I guess because they just knew that that was her master, they decided to dive into it more. Haiter and Aizen at least. I think I've gotten chills at that line every single time. Like the change in pitch and like, I don't know, every single time I get chills. It is yet to dissipate or like not happen to me. I thought maybe, oh, it's just the first or second time I'm hearing this, so I like it, but it's still happening on episode 7. 28 years after the death of Himmel the Hero on Aang Road, located in the northern lands. 道が塞がっていて途方に暮れていたところでした。こんなことする必要あるのか？不満なの？そうじゃなくて魔法で場所を向こう側に運んだりできるだろ。それだと後の人が困るでしょ。自分勝手だね、シュタルクは。お前にだけは言われたくねえ。It's true though. 疲れ様です。おう、ありがとう。なんでここだけこんなに崩れてるんだ？北側諸国も魔族と交戦状態にあるところもありまして、おそらくそのとばっちりかと。そっちは一旦置いておいて、こっちを手伝ってもらっていいですか？そのシュタルク様ってのやめない？落ち着かないんだ。年だってそんな変わらない。そうですか。わかりました。シュタルク、さっさとこっち手伝って。早く。タメ口！そういうのじゃなくてさ、さん付けとかくん付けとかいろいろあるでしょ。あともっと愛想よくしてくれよ。傷つめんどくさいなこいつ。こいつって言った。急ぎますよ、シュタルク様。Back to calling him Mr. Stark already. He said, okay. 本当にありがとうございました。よければ町までご案内します。長く生きてきましたが、生まれて初めて見ました。フリーレン様以外のエルフって見たことがありませんね。私だって同族を見たのは数えるほどしかないよ。恋愛感情や生殖本能みたいなものが軒並み欠落している。最後に同族と会ったのも400年以上前だし、案外終わりは近いのかもね。 That's really sad. 今日は勇者ヒンメル様ご一家魔族を討伐してくださった日です。そんなこともあったっけね。解放祭はその日を記念したもので、たちの像を飾り付け、町全体で盛大に祝うのです。人間は大げさだね。魔族が倒されたのはもう80年以上も前になります。人間にとって何かを忘れ去るのに十分すぎる時間です。この日だけは皆ヒンメル様たちを思い出すのです。 Wow. In 80 years. 上出来だね。今回は早く終わりましたね。ヒンメルってよく像を作ってもらっているよね。みんなに覚えていてほしいと思ってね。僕たちは君と違って後世にしっかりと僕のイケメンぶりを残しておかないと。君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。僕たちは確かに実在したんだ。こうやって毎年のように勇者ヒンメル様ご一行の功績を称えるのです。あなたは勇者様ご一行のフリーレン様の像によく似ていらっしゃる。年後も続いているかな。続く限りは。1000年後は？ Wow. わかりませんな。Wow.
What a crazy question. Because, yeah. 目指すは北の果てだ。この旅の目的地ってまだ聞いてなかった。どこなんだ？天国。そいつは楽しそうだ。28 years after the death of Himmel in the Graft Granite's domain. 衛兵が多いですね。何かあったのでしょうか。とりあえず買い出し当番決めようぜ。フリーレン What? 魔族だ。Oh. What? グラナト伯爵、あなたの差し金ですか？確かにわしはお前たちを殺したいほど憎んでいる。街中で堂々と和睦の使者を手にかけるほど大方事情も知らぬ冒険者といったところだろう。そういうことにしておきましょう。冷静で殺意のこもった冷たい目だ。私たちを憎んでいるこの町の住民でさえ私を見るときは猛獣でも見ているかのような目だ。実際にそうでしょう。魔族は人の声真似をするだけの言葉の通じない猛獣だ。屋敷の地下牢に入れておけ。 What? あ Is he in charge here? A demon? 暇だな。 How is she going to get out of jail? 2、3年は反省しろってさ。深いね。後で魔導書の差し入れ持ってきて。フリーレン様は本当に時間を無駄にするのが好きですね。魔族が和睦の使者ってどういうことなの？私のついでに調べてきました。担当大のアウラは知っていますよね。どっかの大魔族、七宝剣の一人でしょう。私たちとの戦いで配下のほとんどを失って消息不明のはずだけど。28年も前に力を取り戻しています。この町はその軍勢と長い間戦ってきたようなのですが、無益な殺し合いに疲弊したアウラ側が和睦の申し出をしてきたそうです。 What? 魔族との対話なんて無駄な行為だ。だってことはねえだろ。言葉があるんだ。解決するならそれに越したことはねえじゃねえか。解決しないから無駄なんだよ。魔族は人食いの化け物だ。そいつらが人類と同じ言葉を使う理由を考えたことはある？勇者様、早くとどめを。まだ子供だ。そいつは What? 殺しただよ。 8? 痛い。痛いよ。お母さん。もういい。私がやる。人を食わないと生きていけないってわけじゃないんだろう。機会を与えてやってもいいじゃないか。村長。 After it ate their daughter? 畑の手伝いを探していたところだ。今殺しておかないと後悔するよ。だってあいつ。フリーレン、言葉がある。どうせこの村には滞在するんだ。様子を見ようじゃないか。そう。 Is it gonna end badly? There has to be a reason why Freeren's acting this way. なぜ村長を殺した？やっぱりあの時殺しておくべきだったんだわ。あなたから毎日のように殺意を感じていました。私は平穏に過ごしたい。ですから用意しました。私が食べてしまった。 What? その子は村長の娘だ。村長はもういませんよ。 That's not how it works. 私は何か選択を間違えてしまったようですね。仕方がありません。この子は人質に。お母さん。またお母さんか。魔族は魔物と同じで子育ての習慣がなく、産み落とされてから多くの時間を天涯孤独に過ごす。お前たちは孤独を当たり前とする生物で、家族という概念すら存在しない。 Jeez. なんでお母さんなんて言葉を使うの？だって殺せなくなるでしょ。まるで魔法のような素敵な言葉。 That was so cold. 奴らにとっての言葉は人類を欺く術だ。大魔法使いフランメは
言葉を話す魔物を魔族と定義づけた。祖先は獲物をおびき寄せるために物陰から助けてと言葉を発した魔物だよ。 Wow. So this town's just a ticking time bomb. They took them in as refugees, but it's only a matter of time before they do something like that. あの顔どこかで言葉の通じない猛獣か。実に的確な表現だ。この町で彼女だけが我ら魔族の本質を理解している。この町ももう長くはないな。どさくさに紛れて脱獄しよう。 Jeez. 出来のいい息子でな。早く家督を継いでわしに楽をさせると。これは御前試合で陛下から賜った剣だ。ご子息は今どちらに？10年前にアウラとの戦いで死んだ。得てきたのはこの剣だけだ。デュグナー！お前たちを招き入れたのは息子の無念を晴らすためだ。Oh. 和睦なんてクソくらえだ。 Dang. Is he looking for something to say to make him feel bad? この部屋はよく掃除が行き届いています。きっと10年前と変わらぬままなのでしょう。私もあなた方に殺された父上の部屋はそのままにしてあります。もうやめにしませんか、グラナト卿。それともまた互いに血を流し誰かを悲しませるつもりですか？ Don't believe. 私たちには言葉があります。どうか話し合いの機会を。Dang. That's crazy. 客室に案内してやれ。リュグナー様、父上って何？なんだろうね。 Yeah, didn't even have a father. That's right, because the flashback with Frieren, they don't have parents. に恨みがあるようだが、人情に熱いお方のようだ。取り入れれば和睦と称してこの町の防護結界を解除させることも可能だろう。浦様の軍勢がこの町を滅ぼしてくださる。ところでリーニエ、ドラートの姿が見えないようだが。魔物を消しに行くってさ。先走ったな。奴は血の気が多くて困る。 Why is he going down there? このようなところに来られては困ります。客室に。面会時間ではないはずだけど。東大のアウラが配下、首切り役人の一人、ドラートだ。お前を殺しに来た。外交ごっこはもう終わり？リュグナー様の見立てによれば、この少女が我らの唯一の障害。あとはグラナト伯爵を懐柔するだけで、この町は容易に落ちる。言っておくけど私強いよ。俺よりもか？断頭台のアウラよりも。Oh, dang. No, it was getting so good. A crazy insight into demons and what they're actually capable of and what they are. It's crazy that some of them, they don't look all like monsters. I guess they're different than monsters. It's so crazy that they can manipulate humans with their words like that. I mean, yeah, if a demon was talking to me and looked like a child, and I mean, if I was the parents of that daughter, I would not want it alive. But I can see why the chief was so easy to be swayed. I mean, it looks like just a child. That's crazy. I love how Frieren is just so confident though. Like, are you stronger than me? I'm stronger than Aura. So I'm guessing this fight will go pretty easily. They couldn't confiscate her staff, right? Because she always kind of has it with her. I feel like the tone really shifted in this episode, and I honestly really liked it because it's adding more lore. It's adding more about these demons and monsters. We keep hearing about them and how they were defeated, but now we're actually meeting demons, seeing what they're capable of, seeing how powerful and knowledgeable Frieren is about all of it. I also kind of like the tone shift because, I mean, we came into this show with the Demon King being slain, that, you know, they were celebrated as heroes, but it has been 80 years since that happened, which is wild to think about, but it's almost as if, well, 80 years have passed and
the cycle of demons and things are getting more dangerous again and things are boiling up. This Aura demon person is back and wanting to take over again. And obviously the most important point of this episode is us learning that demons do not think like humans, even though they're capable of thought and they know what to say. They seek out things to say to humans that they know will drive them mad or make them trust, using terms like mother and father. And it's scary. It's scary that they can just mimic human language, but not the true values that go behind them. And Friren's telling us that that will never change. As it was proven in this episode, that will never change with demons. She was immediately out for blood. She immediately wanted to take down that demon. But humans are making the same mistake because it's so easy to. It's so easy to manipulate through human language. This is our first time seeing Frieren so cold, so quick to pull out her weapon and use it. I feel like that's just, many years of not trusting demons, many years of understanding their true intentions. As the demon actually said, she's the only one that understands our true nature. It's really interesting and also kind of eerie to see Frieren so on guard, to see her so quick to anger and bloodlust, because she's always been so calm, cool, collected, kind of aloof sometimes to certain creatures and monsters, but the demon really did her in. I'm just sitting here thinking this whole time that her calm wasn't just arrogance, and it wasn't just that she didn't care. It's experience, knowing the greater threat, knowing what is actually out there that should be worried about, and not really sweating the small stuff. It makes me look at those first few monsters and even all the way back to Qual and how she handled that entire situation. She was not fazed one bit. And I thought that it's just because she knows better, and she obviously knew how to defeat Qual immediately. She knew that Fern was capable of being a distraction for long enough for her to get that final blow in. But I just thought that she was really powerful, that nothing could really freak her out. Turns out that demons are actually really terrifying to her. And that's probably why she survived so long. She has amazing survival instincts. And when it really in the face of a threat, she is quick to react. In this episode, the map is also shifting for us. We're not in the middle lands anymore. We're not in those quiet, calm, safer areas. The north is scary. The north is definitely, it has a different vibe to it already. And I like that a lot about it. I love the world building and how each town that we've been through does feel very different. Its people feel different. Its atmosphere feels really different. And there's also clearly this tension going on with the north and these fights with the demons up here and Aura trying to take over this northern city. So I'm guessing that they're going to have to help with this. Frieren, Fern, Stark, they're going to have to help with Aura. And Frieren doesn't seem too bothered by Aura. She seems to think that she is much more powerful than her. How is she going to get out of jail, I wonder? And if she does have a spell for it, why hasn't she used it yet? But I loved this episode, honestly. The tone shift was very interesting, and it has me just realizing that there is much more to this show than I originally thought, and I love that about it. Thank you guys so much for joining me, and I'll see you guys next week for more. Bye.